アンモサ製作所です。今回は HGUC 量産型ザクを、ほぼマスキングだけで合わせ目を消して、ピッカピカにキャンディ塗装します。なぜ、よくある後はめ加工をしなかったかというと、マスキングの方が簡単そうだっただけです。では、始めましょう。はい、HGUC 量産型ザクです。横にはアニメで印象的だった、コロニーへの侵入シーンと完成図があります。反対側には武器を持たせた時のイメージがあります。武器がたくさん入っているようです。では、早速内容物を確認しましょう。まずはグリーンのランナーです。意外とグリーンだけのモビルスーツって少ない気がする。パッケージは2袋です。パーツはこれで全てですね。あとは組み立て解説書です。よくある HG の組み立て解説書です。では、早速作っていきましょう。この HGUC 量産型ザクは、2月頃のガンプラ探しの店巡りで入手しました。なぜかガンプラコーナーの棚に1個ポツンと置いてあったので、すかさず購入しました。なんてったって一番最初に登場するモビルスーツですから。一度は作らないとダメですよね。今までグリーンものは作ってないので飾っても、きっと映えます。つい雑談が多くなってしまいますが、本題のパーツの切り出しをサクサク進めます。パーツ切り出し中。パーツも多くないので、そのまますぐ見え。ここまでの大まかな組み立てが終わってますが、パーツも少なくて30分ぐらいで、これくらい組み立てられました。もっと早く作れると思ったんですけどね。このザクの動力パイプですが、頭部や腰のパーツは、手で曲げて取り付けるんですね。斬新で驚きました。折り曲げる位置間違えたら付けれないので、位置確認に悩みました。これで完成です。おー、ザクだーって感じです。スタイルも、アンモサはこれぐらいがいいです。関節の動きも良さそうです。足首なんてこんなに伸びます。いろんな姿勢をさせることができそう。ザクはシンプルですが、なんかいいんですよね。すぐみも終わったので次の工程に移ります。まずは後はめ加工です。頭部のこの合わせ目を消したいのです。この動力パイプの後ろ側に抜けないための、ストッパーがあるのでそれをカットします。横から差し込める状態にできれば OK です。後はめ加工は、この1箇所だけです。次に頭部、胴体、足の合わせ目を消す必要があるんですが、各部位の内部パーツを最初に塗装します。内部パーツの塗装後、マスキングをして、外装部を接着して合わせ目消しを行います。まず、頭部からです。まず、頭部の内部パーツのサイズを測ります。この頭部の場合は、幅5ミリで長さ30ミリにしました。マスキングテープの両サイドを、折り返して剥がしやすくしておきます。次に真ん中あたりに、つまめる部分を作っておきます。これを頭部の内部パーツに、貼り付けます。こんな感じで中心を合わせて、サイドを貼っていきます。これを頭部に組み付けて完了です。剥がすときはこんな感じ。これを内部パーツの塗装後に行います。次は足のももの部分です。前後に合わせ目があるので、関節の見えるところをマスキングして塗り分けします。こんな感じにマスキングすれば OK です。これはテストで片面だけですが反対側も、同様なマスキングが必要です。
外装の塗装が終わったとして、マスキングの剥がし方です。アンモサハ、サイドから剥がしてますが順番は特に関係ありません。剥がしやすい方から、剥がせばいいです。サイドは外装パーツに挟まってますが、引っ張れば取れます。正面と後ろの部分は、関節を曲げて剥がしていきます。これで足のマスキング方法は終わりです。最後は、この肩パーツです。関節が開いた状態で、外装塗装しても大丈夫な状態にします。ここもテストということで裏側をマスキングしてません。では、剥がし方ですが、肩パーツを一番前に倒した状態で剥がします。要点としては稼働させることで、マスキングが剥がせる状態になればいいです。以上が、アンモサがやってる後はめ加工せずに、合わせ目消しと塗り分けを行う方法になります。テストが終わったので、内部パーツの塗装と表面処理中。内部パーツ塗装後のマスキングは、こんな感じ。はじめのは物合いのところ。これは膝関節のパーツです。最後に肩のところのパーツになります。では塗装していきましょう。まずはライトグリーンから塗装します。シルバーを下地にして、クリアホワイトとメタリックイエローグリーンを調色しました。クリアホワイト 80%、メタリックイエローグリーンを 20% ぐらいです。調色したものはこんな感じです。いいライトグリーンができたと思います。下地のシルバーは普通にのっぺり塗装してます。その上から調色したライトグリーンを塗装します。このライトグリーンはメタリックとクリアを調色したせいか、エヴァ8号機で使用したクリア塗料で調色したものより、1回で目標の色合いになりました。クリア同士より、カラーメタリックを含めて調色する方が楽そうです。次にダークグリーンを塗装します。ニュートラルグレー4を下地にイエローグリーンを塗装して、クリアブラックでちょっと暗くしました。ニュートラルグレーの上に、イエローグリーンを塗装しただけだと、ちょっと明るいですよね。イエローグリーンを塗装した上に、クリアブラックを塗装してます。3回ぐらい塗り重ねるとこれくらいの色になります。これぐらいの色がちょうどいいので3回で終了しました。次にランドセルや内部フレームです。ガンメタルにクリアブラックを重ねました。色合いもあまり特徴がないので、塗装シーンは省略します。話がちょっと変わりますが、このザクの物合いはシールで寂しいので、別パーツで置き換えます。大昔に購入したカスタムパーツで物合いにします。シールでサイズを合わせて使います。物合いの中のレンズもカスタムパーツを使う予定でしたが、赤系のレンズがなかった。買いに行くのも面倒だったので、試してみたかったお湯丸くんで複製してみました。型取りした型に、光硬化レジンを入れて硬化させます。これくらいだと本当にちょっとの量で作れます。余ったレジンを一緒に紫外線に当てて、効果確認。最後に型から取り出し、結構、綺麗にできました。これをクリアで塗装します。細かいパーツ塗装中。はい、すべての塗装が終了しました。今までで一番パーツが少ないかもしれません。それでは、組み立てていきます。今回のザクは造形がシンプルなので、表目処理が甘いと目立つので、表面処理をいつもより念入りに行いました。その分、合わせ目も綺麗に消せました。こういう曲線が多くてシンプルなものは、モールドで置き換えが難しいので、
手間がかかる印象です。その分、塗装は楽なんですけどね。足完成、ピッカピカ。組み立て中。はい、完成しました。これを購入した時は、ディテールアップとか、考えていたんですが、初めての制作なので、アニメの状態にしました。調色は結構、苦労したんです。特にダークグリーンは、調色では思った色にならなくて、今回の手法になりました。やっぱり塗装は、奥が深いです。好きでないと、やってられないですね。見ていただいてる視聴者さんに、支えられてるところもあるので感謝です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。また、見に来てくださいね。では、さようなら。